皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速いってみましょう。質問1、Google ドライブと iCloud ドライブについて、今、両方をいろいろ使い分けているのですが、どっちか一つにするとなると、どちらがおすすめでしょうか？容量は Google ドライブの方が多いですが、iPhone なので何かと iCloud の方が便利かなと思うのですが、2021年1月29日、質問に iCloud ドライブに保存とは iPhone 内のストレージを使っているのでしょうか？ iPhone のストレージがいっぱいになってきたので、データの整理をしようと設定から iPhone のストレージ設定を確認したのですが、その中に iCloud ドライブという項目が結構なデータ量で見つかりました。 iCloud ドライブはその名の通りクラウドなので iPhone のストレージは使っていないものだと思っていたのですが、勘違いで iPhone 内に保存されているのでしょうか？ご回答をお待ちしてます。2021年10月25日ということなんですが、前回の動画で説明した通り iCloud ドライブと Google ドライブをまず転送速度だけで比べた場合は iCloud ドライブの方が際立って優れているというのが分かりましたが、よくよく調べてみてようやくそのからくりが分かってきましたので、今回お知らせしたいと思います。まず Google ドライブの転送速度なんですが、これは 6MBs と決して遅くはありませんでした。むしろクラウドの中では実は極めて優れており、1GB のファイルが約3分で転送できます。なお、ドロップボックスは十分、マイクロソフトワンドライブだと約1時間もかかります。しかし iCloud ドライブはそれよりも極端に早く、なんと見た目にはなすよりも早く、一瞬でコピーされているように見えることが分かりました。実はこれにはからくりがあります。実際の様子を見てみましょう。写真アプリから iCloud のコピーした場合、一瞬で完了したように見えますよね。しかしこれはまだコピーが完了しておりません。しかし表面上はコピーが完了しており、同じ iPhone からクリックすれば再生もできるようになるんですね。心当たりが手品レベルに見事です。しかし PC から iCloud を除くと裏でまだ動いているのがわかります。 PC から開こうとするとまだ転送中ですぐに開けないんですね。しかしその転送速度を見ると 20MBs 以上の高速で転送されているのがわかりますね。つまり Google ドライブの3倍以上の速度で裏では転送しているんですね。 1GB のファイルが約1分で転送が終わり、 PC でも開いてみることができるようになります。ここいらあたりはさすが iCloud、 確かに早いですね。このように普段は気づかずに一瞬でコピーされたように感じる動きになっています。これはうまくできたからくりですよね。ところがこのからくりには一つ大きな問題があります。それは iCloud ドライブにファイルを転送しても iPhone ストレージは減らないということなんです。つまり iCloud ドライブをオンにしていると iPhone からすぐにアクセスできるように本体のファイルは削除されずに常に作業用として残しているんですね。で、iPhone からアクセスするときは iCloud ドライブアクセスしているように見せかけて、実は iPhone 内の作業用ファイルにアクセスしているというわけです。だから超高速に iCloud ドライブのファイルが読み書きできるというわけです。なるほど、早いわけだ、わらわらわら。ということは iPhone ストレージを減らすために、こちらはわざわざ iCloud ドライブにコピーしているのに iPhone ストレージが減らないなら意味ねえじゃんかよということで、いささか呆れるような仕様であるということが今回分かりました。しかし仕組みが分かってみればこれを回避する方法も考えられますよね。それは iPhone で iCloud ドライブをオフにすると方法です。設定、名前、iCloud で iPhone ドライブをオフにします。すると一般 iPhone ストレージを見ると
iCloud ドライブは消えて、その分 iPhone ストレージが空きます。よかった。いやいや、それでは iCloud ドライブに読み書きができなくなるじゃないか。そこで iCloud.com からアクセスして読み書きを行うという方法を発見しました。サファリで iCloud.com にアクセスすると Apple ID とパスワードを入力すれば iCloud.com にアクセスできます。サファリでホーム画面に追加でアイコンをホーム画面に作成しておくと便利です。この iCloud.com からファイルの読み書きができるようになります。カメラロールから iCloud ドライブへの書き込みはアップロード、iCloud ドライブからカメラロールへの読み込みはダウンロードという考えになります。慣れればファイルアプリで操作するのとなんだ変わりません。転送速度は 20mbps のままと高速です。しかも iPhone ストレージをなんだ圧迫することがなくなります。また PC から iCloud ドライブへのアクセスはなんだ変わりません。現状通りです。ただ iPhone のファイルアプリなどからはアクセスできなくなりますが、専用アプリ iCloud.com でアクセスできるという感覚ですね。 Google ドライブや Dropbox、Microsoft OneDrive についてはこのような iPhone ストレージを食うという現象はないので、このような操作が嫌な方は iCloud ドライブを使わない方がいいと思います。いずれにしても iCloud ドライブはオフをおすすめいたします。クラウド仕様については使い分けるということをおすすめしたいですね。しかし今回 iPhone SE3 が発表されましたが 5G 対応となりましたので、今後は 5G 回線を使用したクラウドの利用ということがますます増えていきそうですよね。Apple さん、iPhone ストレージを圧迫しない仕様にしてくれ。わらわらわら。以上です。